僕がすごく強調したいのはですね、体力、技術、メンタルってよく言うじゃないですか。心技体って。私の意見はですね、もう80から90メンタルなんですよ。上に行けば行くほど。で、なぜかというと、そこまで行ってる選手って技術的にも体力的にも鍛え上げられてるわけですよ。強いメンタルによって技術も支えられる、体力もよしまだいけるぞっていうことを言う。で、試合する時によし絶対俺ら負けない、こういうふうな組み立てもやってる、自信持って戦えるかどうか。で、どんな時にもやっぱりその落ち込まない、前向きにいく。点取られてもいやまだ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 いけるまだいけるって、もうね自分にあげろってことですよね。もう例えば西田がもう打てが決まる時あるじゃないですか。あんなの全部あげりゃいいんですよ、極端に言えば。止められるまでもう6割7割決まるんだから。だからそういう時って無双状態になっちゃうんですよね。もうだからそういう選手が試合中に何枚かいてくれると、そのチームは非常に強いですよね。だからそういう選手を見つけ出すのもセッターの役割だったりベンチの役割だったりするんで、あえてもう一回使って次決まったら、でも2本連続また決められちゃうとちょっと厳しくなっちゃうんですよ、一気に。だからその辺が面白いんですけどね、見てたら。せめぎ合いだからもう、でもブロックも集中してくるじゃないですか。でもそれでも決めちゃうっていう時もありますし、だからそれを見てるだけでも、ああこれちょっと今やばいからちょっと他の選手頑張んなきゃいけないなとか。だからそういう意味では今の男子バレーの関田とかうまく上げてますよね。結構見逃すじゃないですか、普通に見てると。でその辺までちょっとこう自分の中で想像しながらバレーを見ると、あこの選手ちょっと今ちょっと動揺してるの、これ絶好調だなって、こいつに全部上げときゃいいじゃないかとか、なんかそういうなんていうんですかね、この好不調だとか相手のそういうメンタル状況っていうのも監督とかは見てますから、あの選手今ちょっと弱ってるよとか、あの選手今ちょっと弱気だよとか、でそこで変わるのがメンバーチェンジだとかっていうことがあるわけじゃないですか、バレーボール。だからバレーボールも見方を変えると本当に数倍っていうか、もうめちゃくちゃ面白いと思いますね。ただ決まった、決まんなかったとかミスしたとかよりも、なんで上がったんだろうって、なんでこうなったんだろうっていうのが、あの選手今ちょっと動揺してるなとか、その辺までちょっと自分なりに想像しながら見ると、より一層バレーボールを楽しめる。